こんにちは、ウォッチミックスです。今回はシンガポールのマイクロブランドバリオ様とコラボをさせていただき、新作 1945A11S 35mm モデルを時計マニアの目線で徹底レビューしていこうと思います。このバリオという時計ブランドはヴィンテージウォッチからインスパイアされた腕時計を多くラインナップしているだけではなくて、時計好きをニヤリとさせるギミックを持ったモデルなどワクワク感が詰まった素敵なマイクロブランド、またお手頃価格っていうこともあってヴィンテージテイストの腕時計をカジュアルに楽しみたい、そんな方にも注目してほしい時計ブランドになります。今回レビューしていくモデルは 40mm と 35mm この2サイズ展開にはなってるんですけど、個人的には今の空気感だったら小ぶりな腕時計の方が絶対に楽しいと感じたので、今回は 35mm モデルレビューさせていただくことになりました。今つけているだけでワクワクできる小ぶりな腕時計を探してるっていう方はぜひ一度チェックしてみてください。まずはじめに実際に手にしてみたその第一印象なんですけど、それはミリタリースタイルの腕時計なのにとても心地いいなーって、そんな感じでした。多分なんですけど、この腕時計は時計に詳しい方こそそれいいじゃんってなると思います。デザイン的には1940年代のアメリカ軍のタイプ A11 というミリタリーウォッチオマージュしてあるんですけど、すっきりと見せてあって、言い過ぎかもしれないんですけど、とてもねクリーンな感じ伝わってくるんですよね。それは秒針がないことで静寂な感じが伝わってくるのかもって勝手には想像しています。でも本当にミリタリーデザインの腕時計なのに、なぜかね落ち着いた印象あるんですよね。それと面白いのは、こんなねヴィンテージスタイルの腕時計なのにソーラー時計なところ。公式サイトの写真初めて見た時にこの文字盤の作りで本当にソーラー時計なのってちょっとね不思議に感じていたんですけど、文字盤の縁の部分にソーラーパネルのあるそのリングソーラーというタイプなんですね。なので文字盤にソーラー時計特有のペラペラな感じ全然なくて、これね地味に嬉しいですね。いいですよね。ソーラー時計でもこの感じで見えるんだったら、絶対に機械式時計の方がいいっていう方でも十分に楽しめると思います。リラックス感のあるミリタリースタイルに、それに便利なソーラー発電のムーブメント搭載、そのちょっとトリッキーな感じ、それもね楽しいところかもって直感的に感じました。さらっと楽しめるミリタリースタイルの腕時計、小ぶりな 35mm サイズっていうのがとにかく絶妙。このモデル名作になるかもって予感あります。ではデザインをマニア目線で細かくチェックしていこうと思います。今回レビューしている 1945A11S は 40mm と 35mm このね2サイズ展開になってるんですけど、個人的にはやっぱり小ぶりなサイズが今の気分だったので、今回は 35mm モデル選ばさせていただきました。腕にスッと収まるその小ぶりなサイズ感、それがねとても新鮮な印象。つけていてなぜかね気持ちも軽やかになりますね。個人的には 35mm モデルおすすめです。デザインについてですが、このモデルは1940年代にアメリカ陸軍航空隊で採用されていたタイプ A11 というそのねミリタリーウォッチからインスパイアされてあって、シンプルなデザインで視認性がとても高くなっているのが特徴の一つ。文字盤なんですが、反射を抑えるようにザラッとしたサンドブラスト仕上げのようになっていて、ブランドのロゴも目立ちにくい黒色の隠しロゴになっていますね。ここ地味に渋さ感じさせるところですね。それにひし形の自噴芯合わさっているんですけど、なんとなくねパイロットウォッチな感じありますね。このひし形のローザンジュバリ、とてもスマートな印象でかっこいいですよね。そしてパッと見ると秒針がついてなさそうに見えるんですけど、実は中央のディスクの部分に蓄光のドット入っていて、それが秒針の代わりになっているのが面白いところ。ソーラー発電のクォーツの腕時計なので、秒針がねあるとカチカチと秒針が動くのが気になるっていう方もいるかもしれないんですけど、ディスクのドットが動くだけなので、機械式時計なのかクォーツなのか人から見るとねほとんどわからないと思います。それと1940年代のタイプ A11 というミリタリーウォッチはハックができる、秒針をね止めることができるのが特徴なので、そのオマージュの腕時計だったら本来はね秒針があった方がいいとは思うところなんですけど、このモデルはミリタリーウォッチをオマージュしているんだけど、
秒針をドットに変えてみたり、あとは裏蓋に千羽鶴のイメージを入れてあったりと、平和へのメッセージ、それを込めてオマージュしたデザインになっているそうです。そしてケースはオーソドックスなシルエットなんですけど、4時1のリューズ、これがツール感をうまくね演出していますね。ちょっとね特別感あっていいですね。それとラグのエッジとベゼルの縁の部分、ミラー仕上げになっていて、控えめながらも程よい光沢感あって、上品とは言わないんだけどカジュアルになりすぎず、幅広いコーデに合わせやすそうになっていますね。それと 9mm という薄型ケースになっているのもすごくね良かったですね。決してね上品とは言わないんですが、上質な感じありました。ストラップはリサイクル素材で作られたコーデュラナイロン製、ざっくりとしたその素材感が特徴になっています。ただ見た目より柔らかくて着用感は良かったですね。ただ私の好みではシックなレザーストラップ合わせたくなりますね。この小ぶりなサイズだからこそちょっとねきれいめに楽しむのもありだと思います。時計全体の印象としてはヴィンテージなミリタリーウォッチ、そんな感じなんですけど、すっきりとしたクリーンな文字盤とケースの程よいツヤ感、うまく合わさっていて、今の空気感だったらデイリーウォッチとしてオンもオフも楽しめる、そんなね腕時計だと感じました。それと 35mm というその小ぶりなサイズ感、新鮮な感じがあって想像以上に気分上げてくれましたね。このモデルはミリタリースタイルの腕時計ではあるんですが、ドットの秒針だったり裏蓋の千羽鶴など新しい時代への思いが入っているのも本当にね素敵なところだと感じました。次に基本スペックと作りについて簡単に解説していきます。ムーブメントはミオタの2070搭載ですね。ソーラーのムーブメントにはなるんですが、リングソーラーというタイプで文字盤の縁の部分ですね、そこにソーラーパネルが入っていることによって文字盤に制約を受けない、これがねいいところですね。時計好きな方、機械式時計が好きっていう方でも、いやこれだったら満足感あると思います。そしてサイズは小ぶりな 35mm、 腕にスッと収まるそのサイズ感、普段 40mm 以上のダイバーズウォッチとか特にねつけてるよっていう方だったら、腕に乗せた時にうわ小さいなって感じで新鮮なね驚きあると思います。そしてガラスは安心のサファイアガラス。サファイアガラスっていうのは非常に硬いガラスで普段使いしていて、まずね傷が入ることがないので安心して使えるのがいいところ。そして防水は5気圧防水ですね。5気圧防水はやや弱めの防水になっていて、時計本体をね水の中につけていいですよとは言えないんですが、もちろん普段の汗雨っていうのは全然安心して使っていただけます。ただやっぱり長く使うことを考えると、ゲリラ豪雨だったり台風だったり傘を差していても手元にね水がバシャバシャかかるようなそんなシーンは安心のため、念のためなんですが、時計を手から外してポケットに入れてあげる、そんなケアをしてあげれば長く使えるかとは思います。ムーブメントについてはメンテナンスにあまり気を使わないソーラー発電になっているのがやっぱりね便利で嬉しいですよね。その文字盤の素材について制約を受けないリングソーラーなので、文字盤の質感すごくね高くて良かったですね。これだったら時計が好きで、時計は絶対機械式時計だよっていう方でもいつでもさらっと使えるサブの腕時計として十分にね楽しめると思います。個人的にもこのリングソーラー気に入りましたね。サイズに関しては人それぞれ好みがあるので正解っていうのはないとは思うんですが、以前から小ぶりな腕時計ちょっと気になってたよっていう方だったらこの 35mm モデルおすすめです。そのハッとするサイズ感、気分上げてくれると思います。まだ届いて数週間なんですが、着用イメージ写真少し撮影してみたので、コーデのイメージだったりサイズ感の参考にしてみてください。
いかがだったでしょうか。カジュアルなミリタリーデザインの腕時計なんですけど、サイズが小ぶりになっていることでほんの少し上品な感じもあって、きれいめなジャケパンスタイルに合わせてもいい感じで楽しめました。ただ予算があればレザーストップに交換するとさらにね、きれいめな感じで楽しめると思います。それと武骨なミリタリージャケットとかレザージャケットに大きめなミリタリーウォッチつけているとトゥーマッチなね感じになりそうなんですけど、小ぶりな 35mm このサイズだと通好みな感じに見えていい感じで楽しめました。このサイズ感すごく良かったです。すっきりとクリーンなミリタリーデザイン、空張りもあるので自分の好みに合わせて選ぶのも楽しいと思います。つける人の年代問わずおすすめです。今回はシンガポールのマイクロブランドバリオ様とコラボさせていただき、新作 1945A11S の 35mm モデル時計マニアの目線で徹底レビューしてきました。いかがだったでしょうか。今のカジュアルな時代にはビジネスシーンでも真面目なビジネスウォッチよりヴィンテージ感のあるミリタリーウォッチつけやすいなっていう方もね、意外と多くなっていると思います。またサブの腕時計としてさらっと楽しめるツール系の腕時計を探しているっていう方には刺さる一本じゃないかなと思います。それと文字盤のかっこよさはそのままに、とても便利なリングソーラーすごく良かったです。ちなみになんですが、このバリオには今回レビューしたモデル以外にもとても個性的なモデルがあって、その人気のバーサリバーシブルで楽しめるっていうのが特徴で、その日の気分だったりその場のイメージに合わせてくるっと回転させてイメチェンできる楽しい腕時計になっています。このモダンクラシカルなバーサもおすすめの一つです。バリオにはつけていて気分の上がる腕時計が揃っているので、ぜひ一度公式サイトチェックしてみてください。欲しくなると思います。最後までご覧いただきありがとうございます。これからも素敵な腕時計や時計関連の情報をご紹介していきますので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。